こんにちは、りょうりギターです。今回はテスコ MJ2 こいつのペグ変えていきます。このテスコ MJ2 最近ヤフオクで1万ちょいぐらいで手に入れたんですけれども、まあメンテナンス等全くされてないのでペグがひどい。もうトルクバラバラ、そもそも曲がってる。ということで、もうこれはペグ交換するしかないだろう。ということで、ペグ買いました。それが、Amazon でなんと1325円。めちゃくちゃ安い。まあ6つだから1個200円ぐらいなので、まあ破格ですね。正直そのペグ、五等星だとかクルーソンとかそういうもの使えよっていうのが、まあ常識と言いますか、糸巻きですからね、チューニング司るところなので、まあ当然だとは思うんですけれども、まあ物は試し、安いやつ、多分中国製なので、まあどうなんだろうと思いながらも、やっぱり1300円という値段で気になってる方も結構いるんじゃないかなと思って今回買ってみました。というわけで早速ペグ交換してみましょう。はい。では早速ペグ外していきます。こっからスタートですね。よーし。おりえ。やっぱりね、安いギターだから多少荒くてもいいやと思いがちですが、やっぱ一本一本愛情を持っていきたいですね。はい、ネジが外れたので、抜いていきます。結構年季入ってんな、これ。さあ、ペグ自体は抜きました。ブッシュとかが入ってるよな、やっぱり。このブッシュを抜く作業はちょっと大変。なので、これは、ブッシュを抜くためにこの太めの六角レンチとハンマー、これでいきます。取れた。さあ、取れました。さあ、外したパーツたちこれですね。年季入ってます。もうおさらばです。今までありがとうということで、新しいパーツ出していきましょう。こいつですね。ミュージックリリーって読むのかな。開けていきます。ブッシュ。あ、中身結構、ちゃんと、なんて言うんだろう。ピック入ってる。ほう、なかなかいいんじゃないですか。よーし、これつけていきましょう。さあ、やっていこうと思います。ブッシュね。これ、実は微妙に径が緩いっていうのが判明したんですけど、まあ、ちょっと強引に、はい、いろいろ悩んだ挙句、このブッシュの径がちょっと合わないので、純正のもの戻しました。これでいきます。これで、ペグ入るんで、ね、これでいけるんじゃないかな。よし、じゃあこれで取り付けていきましょう。よし。あとはもう取り付けるだけで、どんどん取り付けていっちゃう。まあこんな感じで、どんどんネジ締めていくんで、完成の動画がこちら。さあ、全部張り替えじゃないや。取り付けが終わりました。まあ、こんな感じで、まあ無事に、取り付けることができました。表を見ると、こんな感じ。ね、綺麗に取り付けられたなと思います。まあ、ブッシュだけはね、どうしてもオリジナルのものを使わなきゃいけなかったんで、まあ、古さは残りますが、まあ、古いパーツも併用してやっていくっていうのは、いいんじゃないですかね。それもそれで趣があって。じゃあ、これで、弦を張っていきたいと思います。さあ、では、早速弦変えていきます。トルク感とかどうかなっていうの気になりますね。で、今回は、弦これです。初めて買いました。音屋さんの多分オリジナルですよね。プレミアム USA マテリアルということで、プレイテックの通常の弦よりもちょっと高いんだよな。そんな弦を今回初めて買ってみたんで、貼ってみようと思います。音屋はすげえな、企業努力が。弦がこれ300何十円だったかな。今もうアーニーボールとか
お店によっちゃ1000円ぐらいしますからね。やばいよな。はい、巻き終わりました。チューニングはまだしてないんですけど、巻いてる感じめっちゃ良かったです。めっちゃいいっていうかめっちゃ普通にこういうタイプのペグの、ギターの弦を張り替えてるなっていう感じでした。もうオリジナルのやつなんでもう一苦労二苦労でしたから、もうすごい進化だこれは。取り替えてよかった。トルク感も結構いいんですよね。程よくきつくて。さあ、これちょっとチューニングしていきましょうか。はい。というわけで、弦を張り替えました。正直、チューニングしてる時に変なガタつきとか、硬いなとか、緩いなとか、そういう感じあんまりなくて、この値段にしては本当にクオリティしっかりしてますし、あと、ブラインドテストしても正直わかんないんじゃないかな、その後藤とかクルーソンとかと比べても。というぐらい、作りしっかりしてます。まあ、ただやっぱりどうしても気になるのは、なんて言うんだろう。演奏ずっとしてる上でだんだん狂ってくるとか、そういうこともやっぱり考えられると思うので、今後はちょっと経過観察といいますか、弾いていく中でどれぐらい狂っていくかとか、そういうのは、ちょくちょく私の X の方に上げていこうと思うんで、もしよかったら見てください。あとは、このペグ自体、そうですね。やっぱり中国製っていうところもあって、結構個体差とかあるかもしれませんね。今回私が購入したのはたまたま、当たりだったかもしれませんし、やっぱりね、レビューとか見てると、ちょくちょく外れのものはあるみたいなんで、そこはもうリスク背負った上で買っていくしかないかもしれませんね。とりあえず私が購入したこのペグについては、結構、狂いなくというか、変なものではなかったんで、それなりに良かったかなと思います。さあ、そんなわけで、このミュージックリリーという、謎のメーカー、まあ私が存じ上げてないだけかもしれませんけれども、なかなかお値段の割にちゃんとした製品出してきます。回し物でもなく、ただ使ってみた感じ、今のところはまあまあいいんじゃねえのという気がします。さあ、今回の動画、ペグちょっと変えたいな。でもな、後藤製とか高えし、Amazon 見てたら安いのあるけど、これどうせなんかやっべえやつなんだろうみたいな風に思ってる方、何か参考になれば幸いです。とりあえず、まあまあ使えるんじゃねえか、個体差あるかもしれないね、という内容です。今回もご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらですね、チャンネル登録、そしてコメントはやっぱ嬉しいですね。こういろいろこうやりとりできて、なんか、動画作ってるこうやりがいになります。まああと、いいねボタン押していただけますと幸いです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。